皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。本日はワークマンのこちら、ベーシックドームテントをね立ててみたいなと思います。というわけで本日はワークマンのテント、ベーシックドームテントを立ててみようかなと思います。ワークマン、このブランドはね、バイク乗りの皆さんやキャンパーの皆さんはね、誰もがね一度は通る道だと思うんですけど、知らない人はね本当に少ないと思うんですけど、ワークマンっていうのはコスパ抜群のアウトドアウェアとか、あとはね作業着とかをね販売しているお店です。何かとね話題性のあるお店だと思うんですけど、今回はこのワークマンからキャンプ道具がどしどし発売するということで、まずはねこのテントゲットしたんで、これをね立ててみたいなと思います。というわけでね、この中身をね確認していこうかなというふうに思うんですけど、これまず見てください。すごいね、これね実はめっちゃ細いです。実はすごい細くてすっごいコンパクトなんですよね。どんな感じの大きさなのかちょっとね見てもらいたいんで、カブに一度乗せてみたいと思います。それじゃあ乗せてみますね。こんな感じでね、すっごいこのテント収納時がコンパクトなので、いつも使うテントだったら椅子ね半分ぐらいはテントの幅で持ってかれるんですけど、このテントは私がカブに乗りながらここにねめちゃくちゃコンパクトにね積むことができるので、個人的にはねめちゃくちゃありがたいななんて思いました。そしてね、このワークマンテント、なかなか他には類を見ないすごいポイントがあって、それはねこのテント5000円以下で買えるんですよね。やばくないですか？冷静に考えて5000円以下のテントって全然ないし、しかもワークマンというブランドから出されているので、まだ立ててみないと分かんないんですけど、おそらくコスパ抜群のテントになっているんじゃないのかななんて思って、今からねちょっと期待しちゃってます。それじゃあちょっと中身を出していきたいと思うんですけど、いつも通り私はテントを立ててみた動画をね撮影するときはだいたい初見です。初見で立てるので、ちょっとねうまくいかない瞬間とかもあるかと思うんですけど、そんなね初めてでも立てることができるのかみたいなね視点でも見てもらえると嬉しいななんて思います。それじゃあ待ちに待った開封の儀です。ちがみなの動画、それじゃあ開けていきます。というわけでね、とりあえずテントの中身を出してみました。中に入っていたものは左側からフライシート、インナーテントで、メインポールが2本とキャノピーポールが2本、ロープが6本、ペグが13本、あとねこれ天井のネットがね入っていました。そして初心者的にはとってもありがたいテントの組み立て方みたいなのがね入っていました。中をねちょっとねちらっとねこうやって見たんですけど、これねめっちゃ分かりやすく書いてます。ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、こんな感じで設営手順から、これがすごく珍しいと思うんですけど、収納方法まで書いてありました。これねここまで丁寧に書いてあるものってなかなかないんで、もう本当に初心者さん向けみたいな感じのテントかもしれないです。価格帯もね5000円以下で買えるということで超激安テントになってるんで、最初の一針に持ってこいだみたいな感じのポジションになっているんじゃないかなと思います。それじゃあね立てていきましょう。ちがみなの動画。
しました。今はねテントを閉じた状態なんですけど、この後ね前室部分を立てることができるので、それもねちょっとやってみたいなと思います。それじゃあね、一旦ひとまず第2形態にしちゃいたいと思います。はい、というわけで第2形態まで完成しました。それじゃあね、ちょっとこのテントの中に入ってどんな感じかね見ていこうかなと思います。ちがみなの動画。それでね、テントが完成したということなんで、ちょっとね中にね入ってみようかなと思います。そうだ、天井のメッシュちょっと持ってきますね。このね天井につけるメッシュも中に入れてみたいと思います。おー、こんな感じか。はい、というわけでとりあえずテントの中に入ってきました。幅がね一人用にしては割と広めな印象で、そしてちょっとね天井のネットをね先に取り付けてみたいなと思います。とりあえずねこんな感じで天井のネットをつけてみました。ここのねスペース割とね物いろいろ置けそうな気がします。もうちょっとね小さいのかななんて思ったんですけど、結構ねいろいろ載せられそうです。スマホとお財布と、あとは化粧品とかもね、そういうのも置けそうな感じです。試しにスマホを置いてみると、はい、こんな感じのサイズ感になっているので、まだまだね載せられそうな気がします。見づらいと思うんですけど、フックがねあるので、ここにねライトを吊り下げたりとかねできる感じのフックがついています。でちょっとねこの床の部分につけるんですけど、ここの部分注意表みたいなのがあるんですけど、ここポケットになっているので、ちょっとしたね小物とかを入れるのに便利そうな感じですね。それでこのテントにね入って私一番最初に思うことがあるんですけど、マジでこれ5000円なの？5000円以下で買えるんですかみたいな。そう、本当にこれが5000円なのかっていう風に疑うぐらいの広さ、そして質だなって思いました。この5000円のテントで十分に楽しめるんじゃないかなと思います。いや、それにしてもね天井は割と低いんですけど、幅が広いので狭さを感じにくいですね。ちょっと寝っ転がってみますね。ちがみなの動画。それじゃあ試しに寝てみたいと思います。横になりましょう。あ、いいね。おー、横になるとこんな感じで、正直言ってかなり一人にしては広々かなと思います。ソロテントなので、このぐらいのね広さがあれば十分に寝れるし、プラスで何かちょっと荷物置きたいっていう時にも幅があるぐらいのサイズ感かなと思います。これならね男性寝るのも余裕だと思いますし、あんまり参考にならないんですけど、私2人分の広さぐらいです。ちなみに私の目の前には前室部分があって、スマホをね置いてる場所がちょうど前室部分になるんですけど、このスペースねご飯とか食べる時とかすごくね日よけとして使うのにありがたいですし、あとはちょっとした雨宿りなんかする時もこれがねあるだけでもだいぶ違うので、こういう前室があったらすごい便利だななんて思いました。なかなかねこの価格帯で全部ついてるっていうのはほぼほぼないと思うので、マジでワークマンはコスパのいいものを作るなーなんて思っちゃいました。いいと思うな。これで5000円でしょ。いいと思います。これちょっと閉じますね。よいしょ。ということでね、これね網戸になっているみたいですね。網戸モードもできるっぽいです。二重構造になってるとね、乾かしたい時とか夏とかね、網戸モードでね過ごせるっていうのすごいいいかななんて思っちゃいました。閉じまーす。シュルン。いやもう何回も言うんですけど、5000円でこれならいいですよね。それで外側についてです。今ね前室ありモードなんですけど、こんな感じで椅子が入るので、日陰に移動したいっていう時もねこういう場所が1箇所でもあるとね楽だったりするんですよね。でちなみに今入り口と反対側にやってきたわけなんですけど、このテントね一応通気口があるのかな。ありますね。結構あれがっつりいける。おーいけたいけたいけた。というわけでこんな感じで通気口もありました。ちがみなの動画。はい、というわけで本日はワークマンのベーシックドームテントを立ててみたわけなんですけど、いやこのテントねマジでこれ
5000円以下で買えるテントとは思えないクオリティですごいね驚きました。というかね、ここまで全部セットで5000円なのっていう驚きの価格だなって思って、もう本当にねキャンプ触りだけでもちょっとねやってみたいっていう風に思ってる方にはすごくねぴったりなテントなんじゃないかななんて思いました。にしてもこのテントが5000円ってマジで驚きですよね。そんな風には全然見えないなっていう風に思うので、やっぱりワークマンって、コスパ抜群なテントなんだなーなんて思っちゃいました。マジか、すごい。それでこのテントね、説明書がすっごい分かりやすいので、その説明書を見れば本当に誰でも簡単に建てられるテントなので、テントの建て方も分からんし、もう何もかも初めてだけど、とりあえずテント買ってみたいとか思っている方だったらすごく便利なんじゃないかなと思います。そしてね、サイズ感がめちゃくちゃ細いんですよね。なので長さは別にいいけど、あんまり幅取りたくないよっていう人にもすごくサイズ的にもいいんじゃないかなというふうに思うので、すごいコンパクトになるので、私みたいなバイクキャンプ勢にもおすすめできる一品なんじゃないかなと思いました。私にとってはねかなりねちょうどいいサイズ感ではあるんですけど、もしかしたらね背の高い人だったら、ちょっとね狭いっていう風に思う方もいるかもしれないんですけど、あの細さであのサイズ感でこれが入ってたなっていう風に感心できるレベルだと思うので、そのあたりはね自分がテントに求める機能ってなんだっていうのと、相談してもらえればいいんじゃないかなと思いました。個人的にはねワークマンのテントマジでコスパめっちゃいいなっていう風に思っちゃいました。今年ねワークマンでも、キャンプギアがねどしどし出てくるみたいなので、ここもいい感じのものがあればどんどんチェックしていきたいなと思います。それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。